はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125冬のキャブレターアイシング対策。マジェスティ125は南の国の台湾生まれ。しかもこのキャブ車はインドネシア向けだからキャブヒーターはついていない。キャブレターの中は空気が高速で通り抜け、ガソリンの気化によって熱が奪われて温度が低くなる。雨で気温が5度を下回るとキャブが凍ります。そこでキャブヒーターを作ってみました。最後までゆっくりしていってね。おはようございます。1月某日午前7時21分曇り、気温3度。これから仕事に向かいます。エンジンストール、スターターで再始動。またしてもエンスト。アイシングじゃないけど調子が悪い。湿度が高いと水分がキャブに凍りつきアイシングを起こし不調になりますが、ガソリンの理想的な無価にとっても温度を上げる必要があります。他社部品の電気ヒーターを流用する方法もありますが、冷却システムの理解を深めつつ、あえてクーラント循環式でいきます。冷却水の流れと構造を理解するためウォーターポンプを開けてみましょう。矢印のついた3本のプラススクリューでシリンダーヘッドに固定されています。ポンプの蓋を止めている六角キャップ4本を外します。ヘッドに固定しているプラススクリュー3本を外します。ネジは全部取れたので蓋を開けてみましょう。これがウォーターポンプの内部です。冷却水は前から入って後ろに抜けます。インペラ中心から遠心力で外側へ。本体をヘッドから外してみましょう。カムスプロケットとチェーンです。そしてここの空間はピストン裏のクランク室とつながっています。またポンプ裏には通気口が開いていて、ここをブローバイガスが通過します。裏から入りポンプ内を通過させることでブローバイガスも冷やしオイルを分離。フリーザーパイプでエアクリボックスに送られて再吸気されます。またここの
の隔壁は切れていてエア抜き用ボルトであり、サーモスタット室につながっていて常時エアが抜けるようになっています。組み付けるときはカムスプロケットボルトの切れ込みに合わせてポンプ裏のシャフトと角度を合わせてはめ込むことで連結し、カムシャフトの回転をポンプの動力に利用しています。それではパーツを作っていきます。ホムセン資材コーナーで買ってきた2センチ立方の銅キューブです。熱伝導率が高い銅を蓄熱体とします。クーラントを循環させる継ぎ手を貫通させるため中心に8ミリの穴を開けました。ハーブ真鍮8ミリ10ミリ継ぎ手90度変換、4個入り約1500円、Amazon で購入。キューブに差し込んで2個使用します。8ミリ側のパイプが少し長いので1センチ残して2つとも切り落とします。出来上がった2つを両方から刺します。そして対油耐熱ホースです。質感を確認するためホム線を何件もはしごして耐熱性やサイズを探し、やっとぴったりのものを見つけました。計10ミリシャットオフバルブ、ハーブ真鍮 T 型 3-way コネクター、そして加工したキューブと90度変換、総額約6000円。ヘッド左下ウォーターポンプ後ろのこのホースから分岐してバルブをつけてホースを伸ばし、キャブレターに銅キューブを取り付けて、この隙間にホースを通して反対側のこのホースに合流させる構想です。中古エンジンについていたホースやバンドを活用してジョイントを作ります。車体側のホースはできるだけそのまま切断せずに温存させておきたいので、新造したキャブヒーターユニットを冷却系統に割り込ませます。夏場キャブヒーターは必要ないのでシャットオフできるバルブを追加、反対側に銅キューブをつけて完成。かっこかり。車体に取り付けていきましょう。タンデムステップアンダーカウル、エアダクトカバー外します。シートカウルも外します。エアクリーナーボックスを外して燃料ホースを外すとホース内のガソリンがこぼれてくるので回収。キャブレターを完全に取り外します。
側面の黒い樹脂カバーを外します。キャブを傾けるとフロート室内のガソリンがこぼれてくるので回収。ドレンボルトを緩めるとオーバーフローホースから出てきます。結構な量になるのでこぼすと危険です。忘れる前に閉めておきましょう。オートチョーク配線コネクターを抜き、ワイヤーロックナットを緩めてスロットルワイヤーを外して横にずらして太鼓を抜きます。キャブレターが取れました。そしてここに取り付けるつもりです。取り付ける前に表面を洗浄します。青の力で油とホコリをウルトラ除去。とても簡単便利でお気に入りです。取り付け部を軽くブラッシングしてパーツクリーナーですすぎ洗浄。汚い。エアダスターで乾燥。よし、OK。導球部と真鍮継ぎ手をハンダ付け。まず洗浄脱脂します。部品を合体させてチグに固定。バーナーを使って素材を十分に熱します。ハンダを熱くするのではなく素材を熱くしないとハンダがうまく流れ込んでくれません。隙間に溶かし込みます。そしてもう片方もつけていきます。隙間にうまく入っていきます。バーナーを止めて冷ましながら水漏れしないように隙間を埋めます。パーツクリーナーでしっかり冷まさないと大やけどします。息を吹き込み漏れがないか確認。無事できました。こんな感じで取り付けます。キャブ側が少し出っ張っているので少し削って平らにします。よし、OK。補強と作業性向上のためキャブ本体にステンレスワイヤーを巻きつけてキューブを保持します。あくまでも補助的な役割です。
締め上げてしっかり固定。熱伝導効果を高めるために接触面にシリコングリスを塗布。コードと熱伝導性からアルミパテでキューブの上半分の接着に使います。この辺りに盛る感じです。本来はアルミホイルの補修用です。よく混ぜないと固まらないようです。同キューブの上部を支えるようにたっぷり盛り付けてキャブと一体化。後々フロート室を開けられるように接着は上半分にとどめます。よし OK。 走行風や外気温の影響を抑える断熱のため小さなフェルトを貼りました。さらに上からアルミテープでカバー。よし OK。 ポンプの出口ホースを外して T 字の分岐ホースを割り込ませます。下側に本来のシリンダー行きホースを刺してバンドを締めてよし OK。 シャットオフバルブ。ここにヒーターイン側を差し込みます。バルブオン状態。オフ。オン。反対側のサーモ室先に取り回すアウト側のホースを先に取り付けます。ホースの先を反対側に出しながら分岐してきたイン側ホースを接続。よし OK。スロットルワイヤーを取り付けて樹脂カバーを戻してキャブレターを元通り取り付けます。オートチョークコネクター接続。エアダクトカバーを戻します。エアクリーナーボックス戻してフリーザーパイプ接続。反対側に移動してサーモスタット室先に車体側のラジエーターホースは切断せずT 字分岐を割り込ませるので外します。奥のキャブからシリンダー上を横切って
手前に出てきたヒーターアウトホース、サーモ室とラジエーターホースの間に割り込ませます。ホースバンドをしっかり締め込んで、よし、OK。クーラントを補充して、エンジンかけて、エア抜きしたら、完成です。それでは通勤30分の温度変化を倍速ノーカットでご覧ください。外気温と水温は約9度です。スタート。順調に温度が上がっていきます。まもなく70度です。74度あたりから下がり始め、67度まで下がり、再び上昇。75度で再び下降。サーモスタットがゆっくり開き始め、走行風を受けて瞬時に下がります。その後は75度前後を行ったり来たり。このことからサーモスタットの開閉、設定温度は75度で徐々に開き始め、ゆっくり開き、ゆっくり閉じる。サーモスタットとは冷却水温調節弁です。冷却系統の水温によって冷却装置のラジエーターに冷却水を流すか流さないかを電子部品ではなく、温度によって形が変わる金属、バイメタルによって機械的に制御しています。ヒーターアウトの配管をサーモ室の先にバイパスしていますが、ヒーター内の実質パイプ内径が6ミリと細いので、冷えすぎるということはないようです。そして75度で到着いたしました。そして30分間走行後の各部の水漏れもないようです。別の日、今日はあいにくの雨でも絶好の検証チャンス。
も冷え込む水温は9度。ここで外気温とキャブ温度の差を検証してみようと思います。まずはバルブをオフにして、キャブヒーターなしと同じ状態です。10分後、十分暖気して温まった状態です。非接触温度計を使って測ってみます。キャブ本体の温度は8.4 度。念のためもう一度 8.6 度。アイドリングで気温より2度低い。アクセルを開ければさらに2から3度冷える。そりゃ気温5度以下で凍るわけだ。それではヒーターをオンにしてみます。70度のお湯がキャブに回っていきます。そして5分後、水温は74度に上昇しています。十分キャブも温まったと思われます。果たして何度になっているでしょう。まずはバルブ周辺の温度は52.6 度。そしてフロート室周りの温度は 16.6 度。続いてキャブ本体の温度は 13.8 度。外気温より約4度高く、ヒーターなしより6度高い。だいたい狙い通りの結果で大満足。結論、キャブレターのアイシングは気温5度を下回り、雨が降っている状況で年間3回程度ありました。今回キャブヒーターをつけて体感したことは、レスポンスが向上し、立ち上がりもとても力強くなりました。もちろん信号待ちで勝手にエンジンが止まることもなくなりました。年間3回程度のアイシング対策だと考えていましたが、それ以上の効果があり、ガソリンの温度を20度前後に安定させることが非常に重要だと感じました。朝晩の気温が10度台の季節は大いに有効だと思います。クーラント循環式でなくても電気ヒーター式でも良いと思うので、寒いところにお住まいの方は特におすすめです。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。